あなたの人間関係はいつも風通しがよく心地よいですか？めんどくさいなと思いながらのお付き合いや、本当はもう会いたくないのにそうも言えずなんとなく続いている、そんな不毛な関係がないか、ここで振り返ってみましょう。誰かと関わりを持つということは、あなたの大切な命の時間をその方のために使っているわけで、そこに時間の無駄だなと感じるようであれば、その関係はもうとっくに終わっているのです。これは家族やパートナー、恋人、友人、職場の人間関係、すべてにおいて当てはまりますよ。ですが、家族や職場の人間関係は、こちらが縁を切りたいと思ってもそうはいかないケースが多いですよね。そんな時は決められた時間内で、これも業務の一環と割り切るといいでしょう。家族関係ならば、自分で時間を決め、家族サービスと思ってはどうでしょうか。どうして時間を決めることをお勧めしているのかと申しますと、その不毛な時間が永遠に続くと思うと、とってもストレスに感じますが、時間を決めることによって、あと数時間後には自由になれると思うと、不思議なことですが、その時間をやり過ごすことができるのです。これって人間関係も同じだと思うのです。私たち命ある存在は、たくさんの別れを経験しながら生きなければなりません。そう、人生に別れはつきものなのです。どんなに一生共に生きると決めていたとしても、悲しいことですが、いつかは必ず終焉がやってきます。人間関係に終わりを迎えることは、むしろ自然なことなのです。実際、あなたもたくさんの別れを経験してきましたでしょう？社会人になれば、学生時代のお友達とは疎遠になり、また家庭を持てば家族との時間が優先となり、昔のように自由にお友達に会うことは難しくなりますよね。このような別れはあまりにも自然な流れなので、誰も心に留めることもないでしょう。でも人間関係でお悩みを持つ多くの方は、こんなにもたくさんの別れを経験しながらも、自ら離れることに恐れを抱きがちです。自分にとってマイナスになる相手と分かっているのに、関係を終わらせることに罪悪感を抱き、そうできないのですね。自然な別れとしんどいと感じながらも続けてしまう関係、一体そこにどんな違いがあるのでしょう。どうしてその関係にだけ執着してしまうのでしょうか。自分にとって重荷に感じる関係なのに、嫌われたくないから、自分が悪者になりたくないからと、その関係を終わらせることができない方、案外いらっしゃると思うのですが、ノーと言わないことで失っているものがあることを、あなたはご存知でしょうか。前回、自分にとってマイナスな人間関係から離れることができない方についてお話しいたしました。自ら終止符を打つことができない、離れることができないのは、その関係に執着しているということになります。不毛な関係に執着し、あなたがノーと言えないことで失っているものがたくさんあるとしたら、どうでしょう。というのも、私たちは時間だけでなく、すべてにおいて有限の世界で生きているからです。それもいつ突然エンディングがやってくるかわからないという、なかなかシリアスな人生を送っている真っ最中。不毛な人間関係をずるずると続けているあなたの人生が明日突然エンディングを迎えてしまったら、ここでちょっと想像してみませんか？きっと大切な方との時間を後回しにしてしまったと後悔すると思うのです。でもそうなってからでは遅いですよね。そうならないために定期的に人間関係の棚卸しをすることをお勧めいたします。だって
お互いが心地よい関係性を育むということこそが人間関係の中で最も大切なことだと私は感じるからです。相手にノーと言わないことで失っているもの、それはあなたにとって大切なものばかり。心地よい人間関係を育むには自分のキャパシティを知る必要があります。例えばあなたのお部屋が収納の許容量を超えて物であふれかえっていたとします。何か探し物を見つけるときはとっても時間がかかるでしょうし、あちらこちら探している間にさらにお部屋は混乱していき、イライラするのではないでしょうか。このレベルまで来ると探し物が発掘作業になっちゃいますよね。物であふれるお部屋はお掃除だって大変だと思うのです。簡単にできないから休みの日にまとめてやろうと思っていても、その頃にはどこから手をつけてよいかわからないぐらいお部屋が荒れてしまうかもしれません。そんな荒れたお部屋が当たり前になってくると、最初はストレスに感じるでしょうが、だんだん慣れてくるとその荒れた状態が普通になってしまいます。これが危険なことなんです。そう、荒れたエナジーと共感してしまい、正常な感覚が麻痺してしまうのです。ね、なんだか不穏な空気が漂ってきましたでしょう。前回のお話では、荒れたお部屋で過ごしていると、そこから発せられる荒れたエナジーと共感してしまうというお話をいたしました。私、人間関係もこれと全く同じだと思うのです。嫌だなと思う人間関係をなんとなく続けるということは、あなたの心にわざわざゴミを持ち込んでいるのも同然ではないでしょうか。だってあなたの大切な時間や気力体力を奪われるだけでなく、時にはとっても嫌な気分になったり落ち込むことだってあるでしょう。これらはみんなお金では買えないものです。そして何より居心地が悪い人間関係が日常になると、その混乱ぶりが当たり前になってしまい、いつもあなたの人生は誰かに振り回されることになってしまいます。お金では買えない大切なものを誰かに奪われるだけでなく、きっとあなたご自身も相手にハンドリングされているのではないでしょうか。こんなことが当たり前になってしまうと、本当に疲れ切ってしまい、休みの日は誰とも会いたくない、誰とも喋りたくないってなってしまうと思うのです。無論ここまで疲弊してしまうと、あなたにとって本当に大切な方たちとの時間が持てなくなってしまいますよね。そのためには、誰と一緒にいるかよりも誰と一緒にいないかに注目する必要があります。だって一緒にいて楽しい方たちとの関係は何も意識することなく良い関係でいられるからです。反対に不毛な関係こそご自身の中でつまらないなとか嫌だなという感情だったり、体調不良として意識するはずなのです。それなのに心の SOS に目をつぶってその関係を受け入れることは、あなたの心をゴミ箱にしているのと同じことなのですよ。でも大丈夫。ゴミは捨てればいいし、汚れてしまったところはきれいにすればいいだけ。ノーと言ってもいいし、言えないのならそっと離れるだけでいい。最初はとても勇気がいると思いますが、ちょっとずつ離れる時間を増やしていく。そう意識するだけで随分と心が楽になりますよ。大切な方たちとの時間はあなたを楽しませリフレッシュできるもの。そんな時間をぜひ優先していただきたいのです。そのためにも限りある命を大切に使っていきましょう。最後までお聞きくださりありがとうございます。ごきげんよう。ナモアミダ仏。